私がちょっと聞いてみたいことは、うん。メキシコで苦労したこと、大変だったことをユうスケさああ、んに教えてほしいです。そうだね。これも答えは一つだけです。はい。言葉。言葉。言葉。はい。うメキシコーん。に行った時は、スペイン語が話せなかったんですよね。話せなかったね。うん。どうやって乗り越えたんですか？なんだろう、乗り越えたって言っていいかまだわかんないっていうのはまだ完璧に話せるわけじゃないから。うん。ただ、まあまあ話せるようになるためには、やっぱりね、とにかく話すために聞いた。なるほど、話せるたなるほど。めに聞いて、聞けるためにキーワードを覚えた。なるほど、なうるほど。ん。スペイン語だと、うん、なんだろう、こう、合いの手を入れる相槌みたいな。で、うん、それからそれからみたいな表現があるんですよ、いくつかね。うん、うん、うん。で、それを覚えて、なんとか話してもらえるように頑張ってた。自分の話をするんじゃなくて、うん。逆に質問してたくさん話してもらうってことですか？うん、そう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 。大体、みんな僕が話すことなんて興味なかったから。っていうのは、悲しい、悲いや、しい。それはもちろんその持ってるアイディアはまた別の話よ。その時期で話せることの幅って本当になかった。うん。私はタコスを食べたいです。タコスが好きです。ぐらいしか話せなかったから、そんな話誰が聞きたいっちゅう話やん。だから、今の段階では僕は会話はできないと。とにかく聞かないうん、と、増やさないと、表現を増やさないとっていうので、そういう聞き出すような質問と、あとは、話してる時に、日本にいた時よりも顔をよく見て、今、なんか悪い感じだなって、今嬉しいうん。感じだなっていうのは、あの、気をつけて、その人と同じ顔をするようにしてた。すごいすごいですね、それ。テクニッうーク。ん。なるほど、なるほど。そうね。それをすると、会話が弾む感じがするんですか？そうだね。詰まるとうんうん、こさ、昔教えたことがあると思うんだけど、うん、会話ってどうしたら嬉しくなるかって、理解してもらえる。うん、スペイン語だとエンパティア、共感してもらえるっていうのがやっぱり会話の中で一番こう、大切なことだと思うんだよね。うん、うん、だからそれを別に言葉じゃなくても顔でもいいし、うん。ジェスチャーでもいいから、表すようにはしていた。私が初めてスペインに行った時も、うん。もう芸人みたいなうん。リアクションばっかりしてました、私。何それめっちゃ気になるね。うん。ジェスチャー使っうて、ん。そうなんだとか、うん。すごいねとか、うん。全部体で表現してましたね。うーん。友達作るために必死でした。うん。でもできたよ。できたでしょ。うん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 。うん。コミュニケーション能力があるってそういうことなんだろうね。うーん。言葉だけじゃなくて、表うん。情とか、自分の体とかジェスチャーをうん。使って、うん。コミュニケーション取ることは大切ですよね。そうね。あとはうん。常に共感し続けられるかどうかみたいなのもね、うんうんう大事ん。だとは思うかな。そう、なるほど、だからなるほど。そのメキシコで苦労したっていうのがその言葉で、やっぱうん。りその伝わらないことが今でも多いなって思あ、うんだ本よね。当ですか？あるある。うーん。例えばさ、昨日何をしましたとか、うん。この間食べたレストラン良かったよとか、そういうのだったら結構ね、簡単にうん。伝わるんだけど、じゃあ今は今自分が考えてることとか、これから自分の将来、自分の夢とか話すときに、やっぱうん。りなんか自分が伝えたいことが伝わらない、うーん。なんかフィルターがあるなって感じがする。なるほど、なるほど。うん。もっと深い話をするときに、自分がうん。本当に心の底から言いたいことがうまくうん。言葉にできないってういう感じですん。よね。それは日本語でもそんな時もあるんだけどね、もちろん。うん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 。そう。ただやっぱこの言葉によってもっと可能性が広がるのに、
広がりきらないっうていうーん。のがやっぱりそのついたばかりの時は友達があまりできないっていう可能性だったし、今はこうビジネスパートナーが増えないっていうところだったりっていう風に、常にやっぱりその言葉っていうのはその自分の世界をもうちょっと広げるためにそうの必要ーん。な部分になるのかなっていうのは思う。常に苦労してるかな。もう一つ私が聞きたかったのは、うん。やっぱり日本って治安がいいじゃないですか。はいはいはい。まあ、メキシコも場所によっては治安がいいところもあると思うんですけど、うん。まあ、日本に比べて治安が悪いと思うんですね。はいはい。はい、その面で苦労したこととか、ちょっと大変だったこととうーか、怖かったこととかってん。ありますか？あんまりないかな。ああ、直接僕盗まれたことが一回もなくて。おお、すごい、7年もいるのに。そう、でもこればっかりは運だと思うんだよね。うん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 。うん。例えば日本にいても、その誘拐ちょっと難しい言葉だけど、こう、ね、その人に誰かに連れて行かれてしまって殺されてしまうとか、うん、うん、物を盗まれるとかっていうのも日本でもあるじゃん。そうですね。うひっん、たくりって日本で言うけどね。うん、その夜おばちゃんが一人で歩いてたらカバン取られちゃうとかね。うんうんうん。で確かにメキシコではそういう話をよく聞く。日本より聞くけどパーセンテージの問題かなと思う。例えば日本だったら 1% の確率のものがメキシコだと 10% とかね。うん、90% はそれに合わないから、あんまりなんか危ないなっていうふうには思わないけど、でもすごく気をつけるようにはなった。うん、そうですよね。うん。うんうんうん。例えばやっぱり僕、うん。日あ、いいよ。本で生まれうん。て育ってるから、うん。あまりその周りに気をつけるっていうことに慣れてないじゃないですか。そうだね。うん、誰かに何かを取られるっていうことはうん。時々あるけど、そんなにないから、うん。自分を守るとか、うん。自分のものを守るっていう習慣がないんですよね。日本そうだであまり。ね。はい。そうだなんかメキね。シコから帰ってきてから、うん。リュックを前に持つっていう癖が治らなくて、日本でうもん。私だけなんですよね、リュックを前に持ってる人。うで、もうーん。後ろにしてもいいんですけど、うん。なんか慣れてしまって、なんか気こうちょ持ちっとなんか、悪いよね。そう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 うそう。ん。そうそうそう。でも気をつけていたら大丈夫でうん。すよね。うそうだん。ね。まあ、ただ本当にそういう風にこう、気をつけなきゃなっていう危機感ってうん。その、なんだろう、注意する気持ちはすごくうん。強くなったと思う。